現代天体物理学入門。宇宙の膨張と起源を探る。現代天体物理学入門。宇宙の誕生から終焉まで、星の一生と巨大構造の謎に迫る。宇宙のすべては、たった一つの問いから始まります。我々はどこから来て、どこへ向かっているのか。この問いに答えるべく、人類は天体物理学という壮大な知の冒険を続けてきました。その旅路は、138億年前の火の玉から始まり、今も膨張し続ける宇宙の果て、星々が生まれ、死んでいく劇的なサイクルを通して、私たちを未知の領域へと導いています。今回は、その壮大な物語を、最新の観測データと理論モデルを織り交ぜながら、一つの流れとして語ります。宇宙の誕生とインフレーション、観測不可能な時空を解き明かす。現代宇宙論の基盤はビッグバンモデルにありますが、最初に直面する難問は、なぜ宇宙はこれほどまでに均一で等し方的なのか、という疑問です。観測できる範囲の宇宙は、どの方向もほぼ同じ温度で満たされ、物質の分布も大規模には均一です。もし単にビッグバンから膨張しただけなら、因果律的につながりのない領域が同じ性質を持つ理由は説明できません。ここに登場するのがインフレーション理論です。インフレーションとは、宇宙誕生直後のごく短い時間、約10秒から10秒の間に、宇宙が指数関数的に急膨張したという仮説です。この期間にスケール因子は10倍以上に膨れ上がり、微小な量子揺らぎが現在観測される銀河や銀河団の種へと拡大されました。この理論は、宇宙の均一性と等し方性を自然に説明できるだけでなく、CMB に刻まれた微細な温度揺らぎのパターンとも見事に一致します。例えば、インフレーション期間中のスケール因子増大を具体的に計算すると、教科書、現代天体物理学入門の演習問題で、タウ I をインフレーション時間とし、t タウ I 100とした場合、膨張率が極端に大きくなることが示されます。この計算から、初期宇宙の因果領域が現在の観測可能宇宙スケールをはるかに超えて引き伸ばされたことがわかります。すなわち、今見えている宇宙全体がかつては一つの微小領域から生まれたことを意味します。インフレーションが終了すると、宇宙は放射優勢期へ移行します。この時代は光子やニュートリノといった相対論的粒子がエネルギー密度を支配し、温度は10 K を超える高エネルギーのスープ状態でした。膨張に伴い温度が下がり、クォークが陽子や中性子へ結合し、さらに原子核が形成されます。この過程はビッグバン元素合成と呼ばれ、水素、ヘリウム、微量のリチウムが生み出され、観測と理論が驚くほど一致します。温度が約3000 K に下がると、電子と原子核が結合し中性原子が誕生します。光子は自由に宇宙空間を飛び回れるようになり、宇宙は透明化します。この瞬間に放たれた光が、今も宇宙全体に満ちている宇宙マイクロ波背景放射、CMB です。1965年、ペンジアスとロバート・ウィルソンが偶然この放射を発見したことは、ビッグバン理論を決定的にし、宇宙論の新時代を切り開きました。物質優勢期と構造形成、銀河の誕生と暗黒物質の役割、宇宙が透明化した後、重力が主役になります。この時代を物質優勢期と呼び、バリオンと暗黒物質が重力で集まり、密度の高い領域が成長します。暗黒物質は電磁波と相互作用しないため直接観測できませんが、銀河の回転曲線や銀河団の運動からその重力効果が明らかです。ベラ・ルービンらの銀河回転曲線観測は、可視物質だけでは説明できない速度分布を示し、暗黒物質の存在を強く示唆しました。暗黒物質は大規模構造形成の足場となります。まず暗黒物質が重力で集まり、フィラメント状のネットワークを形成します。その交差点でバリオンが冷却され銀河が誕生し、銀河の分布は暗黒物質のコズミックウェブをトレースします。
による大規模銀河サーベイは、このコズミックウェブを詳細にマッピングし、宇宙進化の重要な手がかりを提供しました。銀河団は宇宙最大の重力束縛系です。コマ銀河団の画像は、数千個の銀河が重力で結びつき、高温ガスに包まれている様子を示し、X 線観測からその質量の大部分が暗黒物質であることがわかります。重力レンズ効果の解析でも暗黒物質の空間分布が明らかになります。ハワイのスバル望遠鏡に搭載されたカメラ HSC による弱レンズ観測は、暗黒物質がフィラメント状に広がり銀河団を結びつけている様子を示しました。暗黒物質の正体は未解明です。候補にはヤークシオンがありますが、地上実験や宇宙観測でも決定的な証拠は得られていません。暗黒物質の解明は現代天体物理学の最重要課題であり、次世代装置や実験がその謎に迫ります。加速膨張と暗黒エネルギー、宇宙の運命を決める謎の力。1998年、IA 型超新星の観測から宇宙膨張が減速せず加速していることが判明し、宇宙定数、ラムダの復活が提案されました。宇宙定数は空間自体に固有のエネルギー密度を与え、負けの圧力で膨張を加速させます。この正体不明のエネルギーは暗黒エネルギーと呼ばれ、宇宙エネルギー密度の約 68% を占めると考えられています。暗黒エネルギーの性質を表す状態パラメータ W は圧力とエネルギー密度の比で、宇宙定数の場合 W1 です。プランク衛星の CMB 観測と IA 型超新星データから W1.03、0.03 が測定され、暗黒エネルギーが宇宙定数である仮説が強く支持されています。しかし、W が時間とともに変化する可能性、すなわち暗黒エネルギーが動的な場であるシナリオも残されています。ユークリッド衛星による大規模銀河サーベイが、これらの変化を検証します。暗黒エネルギーが宇宙定数であれば、膨張は永遠に加速し、最終的に銀河団さえも孤立するビッグフリーズが待ち受けます。一方、暗黒エネルギーが時間とともに強まれば、宇宙はビッグリップへと向かい、銀河、星、原子すらも引き裂かれます。運命を予測するには暗黒エネルギーの正体解明が不可欠です。ハッブル定数の緊張、宇宙論最大の謎。近年、宇宙論で最も議論を呼んでいるのはハッブル定数 H の緊張です。CMB 観測から導かれる H は 67.4、0.5km 毎秒。MPC 局所距離はしご SH0ES からは 73.04、1.04km 毎秒。MPC と約5シグマの差があります。この不一致は単なる観測誤差では説明できません。緊張の核心は IA 型超新星の絶対等級 M、B の構成にあります。CMB やバリオン音響振動 BAO から導かれる M、B と距離はしごから得られる M、B の間に系統的差があり、単にハッブルフローを変えるだけでは解決できません。早期暗黒エネルギーモデルは、宇宙初期に一時的なエネルギー成分を導入し膨張子をホロ調整して、H の矛盾を緩和しようとします。暗黒物質と通常物質、あるいは暗黒物質同士の未知の相互作用も提案されていますが、いずれも観測による検証が待たれます。ハッブル緊張は、宇宙論が次の段階へ進む試金石です。解決すれば膨張子や暗黒エネルギーの性質に新たな知見が得られ、解消できなければ宇宙モデル全体の根本的見直しが必要になるでしょう。星の一生と重本元の誕生。宇宙の科学進化。星は軽元素から始まり、核融合で重元素を生み出す宇宙の錬金術師です。質量により進化は大きく分かれます。低質量星、
0.8、2.0 太陽質量。和紙系列で水素燃焼を数十億年続け、中心核の水素が枯渇するとヘリウムコアが収縮し外層が膨張して赤色巨星になります。ヘリウムが約1億 K に達するとトリプルアルファ反応が始まり炭素と酸素が生成され、ヘルツシュプルング、ループを経て水平分子母子へ、最終的に外層が放出され惑星上星雲を形成し、中心に白色矮星が残ります。白色矮星は電子縮体圧で支えられ、徐々に冷えて暗くなります。高質量星、8太陽質量以上は中心温度がさらに上昇し、ヘリウム、炭素、ネオン、酸素、ケイ素と連続核融合が進み、最終的に鉄が蓄積します。鉄はエネルギー放出しないため核反応が止まり、重力崩壊が始まり中性子星またはブラックホールへ変貌します。同時に外層は超新星爆発で放出され、金、ウラン、プラチナなど鉄より重い元素が生成され宇宙にまき散らされます。超新星爆発のメカニズムは完全には解明されていません。鉄コア崩壊で生じる衝撃波が外層を吹き飛ばす理由は、ニュートリノ駆動機構や磁気ジェットが重要であると示唆されています。星の回転や磁場も爆発要素に大きく影響し、急速に回転する大質量星は内部の核運動量輸送が活発化し、核融合生成物が表面に供給されやすくなります。星風も重元素供給に寄与します。大質量星の星風は周囲の星間物質に重元素を注入し、次世代の星や惑星系の材料となります。磁場を持つ恒星では星風の質量損失率が抑えられ、より多くの質量を保持したまま進化し、結果として中性子星やブラックホールの質量が増大する可能性があります。コンパクト天体、星の最後と極限の物理、星の最終段階で形成される白色矮星、中性子星、ブラックホールは、重力、量子力学、相対性理論が交錯する極限環境です。白色矮星は電子縮体圧で支えられ、密度は 1cm あたり数トンに達します。質量がチャンドラセカール限界、約 1.4 太陽質量を超えると崩壊し、IA 型超新星の引き金となります。IA 型超新星は標準光源として宇宙距離測定に利用されますが、絶対等級の微小なばらつきがハッブル緊張に関係しています。中性子星は超新星後に残り、密度は 1cm あたり数億トンに達します。内部構造は未解明で、クォーク物質や超流動状態が存在する可能性があります。パルサーとして高速自転子電磁ビームを放出し、その周期測定は重力波検出や一般相対性理論の検証に利用されます。ブラックホールは事象の地平線を持ち、光さえ脱出できません。形成経路は大質量星の重力崩壊、または連星系でのブラックホール同士、中性子星同士の合体です。2015年のによる重力波発検出はブラックホール合体の直接証拠となり、重力波天文学の新時代を切り開きました。ブラックホールはホーキング放射という量子効果で蒸発し、情報パラドックスを提起します。情報が失われるかどうかは量子力学のユニタリ性と矛盾します。ファイアウォール仮説、ホログラフィック原理に基づく ER、EPR 対応、ループ量子重力理論などが提案されていますが、いずれも決定的な回答には至っていません。宇宙の大規模構造、見えざる網の正体、銀河は集団をなし、さらに銀河団へと集合し、フィラメントでつながり、ボイドが広がる網目構造を形成します。このコズミック、ウェブは暗黒物質の重力で形作られ、銀河フィラメントと呼ばれる巨大なガスと暗黒物質の端が物質分布を支配します。コズミック、ウェブは、インフレーションで拡大した初期密度揺らぎが暗黒物質により重力で増幅され、フィラメント状に集まることで形成されました。バリオンはこの足場に沿って冷却され銀河が誕生します。数値シミュレーションは観測と整合し、構造形成を再現しています。バリオン音響振動 BAO は、
初期宇宙でバリオンと光子が結合していた際に生じた音響波の痕跡で、約5億光年のスケールで銀河分布にうねりとして残ります。BAO を精密に測定することで宇宙の幾何学的性質や膨張率を高精度に決定できます。ユークリッド衛星は BAO を高精度でマッピングし、暗黒エネルギーの性質に迫ります。重力レンズ効果は、質量を持つ天体が背後の光を曲げる現象で、暗黒物質分布や大規模構造の探査に有効です。強レンズでは背景銀河が複数に分裂したりアインシュタインリングを形成し、弱レンズでは微小な歪みを統計的に解析して暗黒物質の3次元マッピングが可能です。ハワイのスバル望遠鏡 HSC の弱レンズ観測は、暗黒物質がフィラメント状に広がり銀河団を結びつけている様子を示しました。次世代の観測技術と宇宙論の未来。宇宙の謎を解くために次世代観測技術が続々登場しています。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は赤外線に特化し、初期銀河や第一世代星 III の観測で革命的データを提供し、系外惑星大気の分析でも生命痕跡の検出が期待されます。ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡は光子や赤外線観測で暗黒エネルギー研究と系外惑星探査を同時に進め、BAO や弱レンズ効果の測定で暗黒エネルギーに迫ります。宇宙重力波干渉計は低周波数重力波を捉え、超大質量ブラックホール合体や初期宇宙小転移に伴う波を観測し、宇宙の初期状態や暗黒物質の性質に新たな窓を開きます。ユークリッド衛星は数千万銀河の分光観測で3次元宇宙地図を作成し、BAO の痕跡を高精度でマッピングして暗黒エネルギーを追求します。宇宙の未来と天体物理学の挑戦。暗黒エネルギーが宇宙定数なら、膨張は永遠に加速し、最終的に銀河団さえ孤立するビッグフリーズが待ち受けます。暗黒エネルギーが時間とともに強まれば、ビッグリップで銀河、星、原子すら引き裂かれます。しかし、ハッブル緊張、暗黒物質の正体、暗黒エネルギーの性質、ブラックホール情報パラドックスといった未解決問題は、現代天体物理学が直面する最大の課題です。これらに取り組むことで、宇宙の起源、進化、最終運命に迫ることができるでしょう。観測と理論の相互作用が宇宙理解を深め、次世代装置から得られるデータは宇宙論のパラダイムシフトをもたらす可能性があります。系外惑星や生命の起源に関する研究も、人類の宇宙観をさらに拡大させるでしょう。宇宙の大規模構造と銀河フィラメントの謎。宇宙は均一ではなく、銀河が網目状に連なる大規模構造を形成しています。暗黒物質の重力が銀河団や銀河フィラメント、ボイドを絡み合わせ、銀河フィラメントは銀河団をつなぐ巨大なガスと暗黒物質の端として物質分布を支配します。フィラメントは初期密度揺らぎが重力で成長し暗黒物質が集まることで形成され、内部の温かい、熱い星間物質は銀河間の物質循環に重要です。フィラメントに沿うガス供給は銀河の星形成を促進し、遠ざかる銀河は星形成が停止します。この環境依存性は銀河の色、密度関係として知られ、フィラメントが銀河進化の鍵を握ります。観測手法は銀河分布解析、X 線による検出、重力レンズ効果、21cm 線観測などがあります。ユークリッド衛星のデータでフィラメントの3次元構造が明らかになり、暗黒物質分布と銀河形成の関係が解明されつつあります。ブラックホールと銀河度も進化の最前線。超大質量ブラックホールは大質量銀河の中心に存在し、成長と銀河の星形成が密接に連動しています。ガスを吸い込む際に放出するエネルギーは活動銀河核 AGN として観測され、ジェットやアウトフローで銀河内ガスを加熱、駆逐し星形成を抑制します。AGN にはクエーサーモードとラジオモードがあり、前者はガスを電離し、後者はジェットで加熱します。
これによりブラックホールと銀河の質量が相関する M、シグマ関係が成立します。ブラックホール合体はの重力波観測で頻繁に検出され、銀河合体時に中心が近づき最終的に合体しますが、最終パーセク問題として2つのブラックホールが十分に接近できないケースがあり、第三天体やガスの介在が必要と考えられています。の低周波数重力波観測はこの問題の解決に貢献し、連星の合体過程を明らかにします。ブラックホールは毛がない定理により質量、核運動量、電荷の3パラメータだけで記述されますが、ホーキング放射による情報消失問題が残ります。ホログラフィック原理、ファイアウォール仮説、ER、EPR、予想などが量子重力理論構築の手がかりとなっています。宇宙の科学進化と生命の起源、ビッグバン直後は水素とヘリウムしかなく、星内部の核融合や超新星爆発で炭素、酸素、鉄など10元素が合成され、次世代の星や惑星、そして生命の材料となります。第一世代星、III は金属をほとんど持たず、短命で超新星爆発により初期宇宙に10元素をまき散らしました。第二世代星、II は少量の金属を含み、球状星団に多く見られます。第三世代星、I は金属が豊富で惑星系を持つことが多いです。の観測で、III 候補がいくつか見つかり、性質解明が進んでいます。星間空間の分子雲ではアルコール、アミノ酸、PAH など生命の全躯体となる分子が検出され、グリシンやアラニンは隕石や水星からも発見され、地球生命起源と関連が議論されています。は系外惑星大気の分光観測でバイオシグネチャー探索を言っています。酸素、メタン、水蒸気、二酸化炭素などが生命活動の指標となりますが、偽陽性を避けるために複数分子の同時存在を解析する必要があります。宇宙論のパラダイムシフト、インフレーションから量子宇宙論へ、ビッグバン理論は成功していますが、地平線問題、平坦性問題、モノポール問題など根本的課題を抱えます。インフレーションはこれらを解決する仮説で、宇宙が指数関数的に膨張したことで量子揺らぎが宇宙規模に拡大し、空間極率が平坦化し、モノポールが希薄化しました。しかし、インフラトン上の正体や初期条件、マルチバースの可能性など未解決問題が残ります。量子宇宙論やループ量子重力理論、ホログラフィック宇宙論など新たなアプローチが模索され、宇宙は二次元情報から投影されたとする画期的な考え方も提案されています。宇宙探査の未来、有人火星探査と星間旅行、天体物理学の進歩は宇宙探査の新時代を切り開きます。イーロン・マスクは2030年代に火星への有人ミッションを計画し、放射線防護、食料、水の確保、テラフォーミングなど多くの課題があります。テラフォーミングは数百年から1000年単位で二酸化炭素放出で温室効果を高め液体水を安定させる構想ですが、倫理的問題も指摘されています。最も近い恒星系であるプロキシマ、ケンタウリ、4.24 光年への探査はブレイクスルー、スターショットが計画しています。レーザー推進でナノクラフトを高速の 20% まで加速し、約20年で到達を目指します。課題は100ギガワット級レーザーアレイの制御、星間地理や放射線からの保護、遠距離通信の高感度受信です。成功すれば人類初の星間探査が実現し、系外惑星の直接観測が可能になります。宇宙と人間の関わり、文化、哲学、未来。宇宙は物理的存在に止まらず、人間の文化や哲学にも深く影響を与えてきました。古代のバビロニア天文記録やプトレマイオスの天動説、東洋の陰陽語行説からコペルニクス革命、現代のビッグバン、暗黒物質、マルチバースと続く宇宙間の変遷は、人類の認識そのものを変えてきました。宇宙は、私たちの想像を超える広大さと神秘に満ちている。
その壮大な物語を紡ぐ現代天体物理学は、単なる科学の枠を超え、芸術、倫理、そして人類の未来そのものを映し出す鏡でもある。バン・ゴッホの星月夜が渦巻く天空に描き出す宇宙の息吹、アーサー・C・クラークの2001年宇宙の旅が SF というジャンルを超えて科学と哲学を融合させたこと、黒澤明の夢が人間と宇宙の関わりを象徴的に表現したこと、こうした芸術作品は天体物理学が解き明かす宇宙の真実と無関係ではなかった。それどころか、宇宙という無限のキャンバスに描かれるパターンが私たちの感性や思考を刺激し続けてきたのだ。しかし、宇宙の謎は芸術の領域に止まらない。宇宙開発が加速するにつれ、新たな倫理的課題が浮上しているのだ。人工衛星の破片が地球周回軌道上に漂い、将来の有人宇宙活動や衛星通信に重大な脅威を与える宇宙ゴミ問題。火星や木星の衛星ユーロパの探査において、地球由来の微生物が原始生命の存在を脅かす可能性を防ぐための惑星保護のルール、そして小惑星に含まれるレアメタルや水資源の採掘をめぐる宇宙資源の利用をめぐる国際的なルール作り、これらの課題は単に技術的な問題ではなく、人類全体の倫理観が問われる領域なのだ。宇宙の成り立ちを理解するための観測技術は、今まさに革命的な進化を遂げようとしている。欧州南天天文台が建設中の欧州極大望遠鏡 ELT は、直径39メートルという前例のない巨大な主鏡を持ち、遠方銀河の詳細な構造や初期宇宙の星形成領域を分光学的に解明する。特に、銀河形成初期における金属元素の分布を精密に測定することで、暗黒物質粒子の性質に関する新たな制約を与えることが期待されている。一方、中国が運用する500メートル球面電波望遠鏡は、パルサーのタイミング観測を通じて、ナノヘルツ帯域の重力波背景放射の検出を目指す。これは、宇宙のインフレーション期に生成された原子重力波のスペクトルを初めて直接捉える可能性を秘めている。南極氷床に設置されたニュートリノ観測所の後継機であるジェンには、さらに高感度化を図る計画だ。新たな光検出モジュールを追加することで、高エネルギーニュートリノの到来方向の特定精度を飛躍的に向上させる。銀河系中心部や活動的な超新星残骸から放出されるニュートリノのエネルギースペクトルを解析することで、星の核融合過程やブラックホール周辺のプラズマダイナミクスに関する新たな知見が得られるだろう。また、重力波、ニュートリノ、高エネルギー宇宙線、電磁波といった複数のメッセンジャーを同時に捉えるマルチメッセンジャー天文学が宇宙の理解を加速させている。例えば、重力波望遠鏡との共同観測により、中性子星同士の合体に伴うキロノバ現象が詳細に解明されたように、宇宙で起こるさまざまな現象が多角的な視点から捉えられるようになったのだ。計算宇宙学の分野では、GPU クラスターと量子コンピューティングの融合が現実のものとなりつつある。このハイブリッドアーキテクチャによって、宇宙全体の進化を再現する大規模シミュレーションが可能になった。暗黒エネルギーの状態方程式パラメータ W の微細な揺らぎや暗黒物質の自己相互作用モデルを網羅的にテストすることで、宇宙の運命を左右する要因を特定できるようになる。特に、深層学習モデルが生成する疑似観測データと実測データを比較することで、観測バイアスを自動補正し、理論モデルの信頼区間を従来の10倍以上に圧縮する技術が開発されている。系外惑星の探査においても、次世代の観測計画が続々と進行中だ。スペース、キルト、サーベイ、STS は、直接撮像とトランジット分光法を組み合わせ、地球サイズの系外惑星の大気組成を数十光年先まで測定する。酸素、メタン、水蒸気の同時検出は、科学的平衡から逸脱した生物学的活動の兆候として注目されている。欧州宇宙機関
ESA が主導するミッションは、数千個の系外惑星の熱放射スペクトルを取得し、惑星形成過程と大気進化の系統的な統計解析を行う計画だ。これらのデータは、生命がどのような環境で誕生したのかという根本的な問いに、新たな統計的根拠を提供することになる。天体物理学の研究は、もはや専門家だけの領域ではない。といった市民科学プラットフォームを通じて、一般市民が銀河の形態分類やトランジット信号の検出に参加している。2025年に始動したグローバルサイエンスネットワーク GSN は、各国の大学、研究機関と民間企業を結び、データ共有とリアルタイム解析を標準化することで、観測から理論へのフィードバックループを加速させている。こうしたオープンエコシステムは、資金調達や技術開発のハードルを下げ、途上国の若手研究者にも最先端の研究環境へのアクセスを提供している。一方で、こうした科学的進展がもたらす哲学的問いは計り知れない。暗黒エネルギーの性質によっては、宇宙が最終的にビッグリップと呼ばれる最後を迎える可能性がある。その場合、人類文明はどのように自己保存を図るべきか、あるいは宇宙が永遠に膨張を続けるシナリオでは、真空エネルギーの抽出や星間ハビタットの建設といった壮大なプロジェクトが、エネルギー資源の枯渇に対する長期的な解決策として議論されている。これらは、天体物理学が単なる自然現象の記述にとまらず、人類の存続と倫理を問うインターセクショナルサイエンスへと進化していることを示しているのだ。このように、観測技術の革新、計算資源の飛躍的拡大、そして社会的枠組みの再構築が同時並行で進むことで、現代天体物理学は次の大きな転換点へと向かっている。星の子である私たちが、宇宙の真相を解き明かしながら自らの存在意義を再定義していく。その壮大な旅路は、今まさに加速しつつあるのだ。宇宙は古来より人類の芸術と科学の両面における無限のインスピレーション源であり続けてきた。夜空に広がる星々は視野絵画の主題となり、同時に物理学の法則を解き明かす鍵ともなってきた。しかし、人類が宇宙に進出するにつれ、新たな倫理的課題が浮き彫りになっている。宇宙ゴミの増加は、将来のミッションにとって深刻な脅威であり、軌道上の安全な利用を阻害している。また、他惑星への探査においては、惑星保護の原則が不可欠だ。地球の微生物が他の天体に持ち込まれて生態系を乱したり、逆に宇宙の生命が地球に持ち込まれたりすることを防ぐための厳格なガイドラインが求められている。さらに、小惑星や月などの宇宙資源をどのように利用するかという問題も、国際的な協調と公平な分配の観点から議論を呼んでいる。これらの課題は、単なる技術的な問題を超え、人類が宇宙においてどのように振る舞うべきかという道徳的指針を迫るものなのだ。